はい、皆さんこんにちは。盆栽推奨への松江です。今回はですね、視聴者さんからの、お悩みの、方で、お答えしていくというふうなコーナーですが、石灰養護剤をですね、夏場はかけてはいけないということですが、その夏場、石灰養護剤に代わる薬は一体どういうふうな薬がありますかというふうな、コメントがいただきました。それに対して、お答えしていこうと思います。それでは、よろしくお願いします。はい、まずね、はじめに、石灰養護剤ですが、石灰養護剤と申しますのはね、どういうふうな薬かと言いますと、かけて、葉っぱの表面をコーティングする、石灰自体がこう葉っぱの表面をコーティングするんですよね。でその時に葉っぱについている虫ですとかそういったものがひっついて、それをもう、殺してしまうというふうな薬ですね。で石灰養護剤っていうのは殺菌剤の効果もありますし、病害虫に対する予防の効果もありますし、広くね非常に用途が広く使われている薬です。しかし夏場は一般的にはかけたりはしないんですよね。僕の場合のなんかでも、うちの親方の時代なんかでももう夏場に石灰養護剤っていうのは基本的にはかけないと。で、石灰養護剤っていうのは例えば、みかんですとかね、そういった、みかん農家さんとかね、そういうふうな農家の方で庭木とかそういうふうなのをやっておられる方なんかで、例えば、80倍とかね200倍とかそのぐらいの倍率で、石灰養護剤をかけるっていうふうな場合においてはね、夏場にかけたりっていうふうな感じのこともあるようです。ただ、朝のね、まだ温度が上がってない時ですとか、もう本当早朝ですね、5時とかそのぐらいですね。で、夕方のもう日が、もう落ちてからかけるとかいうふうな感じでかけていただくと。ただやっぱりね、夏場にやっぱり石灰養護剤かけるっていうともう匂いもね大変ですから、やっぱりご近所トラブルとかのねそういうふうな心配もありますから、ですから石灰養護剤を夏場にかけるっていうのは基本的にかなりやっぱりその薬害等のリスクもありますから、これは避けていただくと。でその石灰養護剤に対してやっぱりそのちょっと夏場にねどうしてもかけるっていうことができないっていうふうな感じの方の場合は、僕がおすすめしているのでは、サンヨールですとかね、それから殺菌剤なんかでもベンレートであるとかトップジンであるとか、それからトップジン M ね、それからダコニールであるとか、それから普通に殺虫剤であったらカルホスであるとかね。でそういうふうにその殺虫剤でも何種類かを殺菌剤だったら殺菌剤、殺虫剤だったら殺虫剤っていうふうなものをしっかりかけていただくと。今冒頭で説明したサンヨールっていう薬、それは殺虫剤と殺菌剤っていうのが配合されてるんですよね。で殺虫剤と殺菌剤が配合されてるとか、他のその例えばホームセンターに売ってるこういうふうなスプレータイプのもののそういうふうなものなんかでも一般的にそのアブラムシとかねそういったものの駆除とか予防とかそういったものには非常に効果はあるんですけれども、その例えば殺虫剤殺菌剤が、同じように含まれている、混ざって販売されている薬っていうのは殺虫剤の方の成分が強くなれば殺菌剤の方っていうのはほとんど効果がないし、殺菌剤の方が強くなれば殺虫剤の方がちょっと効果が薄いというふうなそういうふうな特徴があります。ですから同じようにもう殺虫剤でも殺菌剤でも、完璧にもう全てオールラウンドに使える薬っていうのはなかなか、少ないですよね。でも殺菌剤っていうのがサンヨールは、一応その殺虫殺菌は効果あるんですけども、他の薬剤に比べればどちらかというとちょっとマイルドな感じですね。ですから非常に効果がものすごく高いかっていうと、そこのあたりは実際にカルホスだったらカルホス、それを殺虫剤としてかける。それでトップジン M だったらトップジン M をかける。それからマンネブ大山だったらマンネブ大山をかけるっていう風な感じで単発でかけていく方がより効果的だっていうことですね。だからそういったところも踏まえてやっぱりその石灰養護剤に代わる薬っていうふうなことで、もうサンヨールだったらサンヨールだけをかけていればいいかっていうとそういうわけではなくて、やはり1ヶ月に1回とか1ヶ月に2回とかそういうふうな農薬をね散布する時に関してはやっぱりその個々にやっぱり一つ一つの薬っていうのをしっかりともう分けてこうかけていく。でそれもローテーションで
1回トップ GM を使ったら次の、殺菌剤は、トップ GM ではなくて、じゃあ今回はダコニールにしようかなとかね。だから前は、例えばダニの薬だったら前はケルセンをかけたから今回はコロマイトにしようとか、コロマイトっていうのは卵も虫もね殺しますから、広くかなり長い期間使えますけど、そうやって前に使ってた薬を同じように同じ薬を2回使うとか、そういったことをしないようにしていろんな種類の薬をローテーションでかけていった方が非常に効果的です。それとやっぱり今の時期っていうのは非常に温度が高いですから、薬をかける時っていうのはできればもう日が落ちてね5時以降ぐらいになさった方がいいと思います。でそのぐらいの時期にかけると、薬害とかそういった恐れも非常に少ないということですね。中には、例えばそうですね、スミチオンっていう薬がありますけど、そのスミチオンなんかは、夏場とかこういうふうな、時っていうのが、比較的ものすごく殺虫剤としてのもう効果っていうのは非常に強い薬ですから、結構強い薬なんで、やっぱりその薬害とかそういったものもかなり起こりやすいですからね。ですから松とかああいうのをかけていただく分にはもうスミチオンっていうのは全然大丈夫ですけれども、臓器類をかける時っていうのはちょっと薬害起きる可能性がありますから、かなり倍率を薄くしてやるとか、そうですね、他のスミチオン以外のものを使うとかいうふうな感じにされると一番いいと思いますね。ですからそのあたりはちょっと効果的な薬っていうのをしっかりもうちょっと見極めながらかけていただくっていうふうにすると、一番いいかなと思いますね。はい。今回は、石灰溶合剤に代わる薬、そういったものなんですけども、基本的にはそのようにしていろんな薬をローテーションでやっていただくようにして、かけていただくっていうふうにすると一番いいかなと思いますので、そのあたりは、皆さん、しっかりと、自分でねホームセンターに行ってこれは何病かなとかいろいろそういったものを調べていただいてやっていただくというふうにするといいと思います。またどういうふうな薬をかけていけばいいかっていうふうなところのねご質問もいっぱいありますけど、おいおいにねそういうふうな薬だったら薬の専門家のそういうふうな先生をお招きして、どういうふうな感じの薬を今後にねかけていけばいいかとか、基本的な薬の知識なんかも専門家の方を交えてね、そういうふうな動画も今後作っていきたいと思いますので、皆さんご視聴の方よろしくお願いします。それとですね、やっぱり石灰溶合剤っていうのは、基本的には冬場にかける、冬場にかけて、温度が低い時期にかける、だから2月それから、2月っていうのか12月1月2月ですね、この時期に、新芽が出てないうちにかける。でそういうふうにして倍率的にはだいたい20倍から、30倍40倍ぐらいの倍率でかけていただければいいと思います。特にバラ科のものは少し濃いめでもいいですね。だいたい20倍とかそのぐらいでかけていただいてもいいし、ところによっては、冬場のね葉っぱが落葉している時期でしたら10倍とかそのぐらいでかけていただく場合も、これもいいと思います。梅の場合はですよ。はい。冬場の場合ですね。冬場のそういうふうなもう低温の時期にかけていただく場合にはそれでもいいということですね。で夏場っていうのはもう基本的に石灰溶合剤はあまり、向いてませんので、かける方もおられると思うんですけども基本的にリスクがあると。ですからもうそういったところはやっぱりかけないようにしていただいた方がいいと思いますね。はい、今回は、石灰溶合剤を、夏場にね、かけないですからそれに対してどういうふうな薬をかけていけばいいかっていうふうなね、ご質問でしたけども、殺菌剤殺虫剤それと殺ダニ剤このね薬をここに1ヶ月に1回はねローテーションを組んでかけていただくっていうふうにすると対応できると思います。でも基本的に冬場に石灰溶合剤をしっかりかけておけば病害虫とかねそういったものの発生っていうのは非常に抑えられますので、冬場に石灰溶合剤をしっかりかけて、暖かい時はですね、基本的に殺虫剤殺菌剤殺ダニ剤この薬を、代わりにかけるというふうなことを、心がけてください。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。